北海道に遠征したのは15年ぶりかな。1月だったんだけど、着いた日にはもう気温がプラス最低のコンディションだったんだけど、そこからなんとか回復してくれて、雪が降ってくれて、パウダーも滑れたし、終始最高の雰囲気、めちゃくちゃ楽しかったです。まあすごい2日間だったよね。いろんなコンディションだったしさ、意外とチームっつってもさ、一緒に集まれる時って意外とねえのよね。それがこうやっと集まれてさ、すごい刺激になるし、いろんな雪あったしねパウダーだけじゃなかったねしびれる2日だったよ。てっぺいとはもう知り合ってから随分経つんだけど、大会で顔合わせたのが初めてみたいな。で仲良くなって、てっぺいが住む北海道に修行に行って一緒に滑らせてもらったり、ヨーロッパ一緒に5カ国ロードトリップして以来の北海道で一緒に滑るみたいなタイミングだったから、もう最高にテンションがあったよね。ものすごい感覚の持ち主だから、山や海、自然の中で生きる動物的本能を持った素晴らしいライダー。直哉はすごい自分の個性を持っててユニークだし、テイタの発祥させた一人だし、ものすごいスタイルを持ってる。そしてショップを経営するビジネス感性を持っている。自分で板も提案してるし、彼も素晴らしいライダーだと思う。今回本州から2人来て
あの2人っていうのは、モスの今のブランドイメージを社長に代わって作ってた影の立役者であり、陰と陽みたいな性格でライダーとカメラマン兼ライダーっていう2人が北海道に来るっていうことで、僕らがアテンドする一番の気をつけたことっていうのはやっぱ人の少ないとこですかね。雪山でサーフィンしたいんだよね。雪山で遊べるスノーサーフィンボード、波の種類がたくさんあって、サーフボードもそれに合わせたたくさんの種類があるように、山もいろんなコンディションや斜面があるわけだから、スノーサーフボードも同じなんだよね。古い板も引っ張り出すし、でも古いなんて全く持ってなくて、コンディションに合わせて使ってるだけだから、それをどんどんブラッシュアップしていいもの、一生ものを作っていく。それが俺らのものづくりだから、みんなにもいろんな板乗って楽しんでもらいたいと思ってるんだよね。ふわふわっていう意味なんですけど、ブランドで、そんな直線的にバーンって滑りたいわけじゃなくて、ゆるゆるふわふわ滑りたいっていう、そういう名前をつけました。スペックとかさ、そういう性能、フレックス、いろんな運動があるんだろうけどさ、やっぱ一目惚れじゃね。それの板が俺に合ってるかどうかわかんないけど、パッて見た瞬間にこう目が合った板っつうかさ、そいつがいいんじゃねって最初思うね。自分が乗れそうな雪とか波とか、自然に合わせるっていうか、雪の良さそうなところを探して選んで滑ってる。
まあ自然の中で乗ってるから基本やっぱり謙虚で、いいとこ滑れたらいいなっていうので安全にやっぱ帰ってくるっていうのが基本的な自分のルールかな。今俺らに世代が変わってきていろんなサーファー、スノーボーダー、スノーサーファー通過してきたこの歴史あるブランドを受け継いでもうワクワクしかないよね。田沼さんがやってきた板作りをもっとたくさんの人に届けるだけ、それがこれからのミッションだと思う。このね会社社員たちみんなサーファーライダーでだからね稼がなきゃいけないんだけど常にみんな自分がね乗りたい板を作ろうとしてるので常にね波とかね雪狙ってる人たちの、ネクタイ締めて働く人たちじゃねえんだよね。だから一緒にサーフィンするし一緒に滑るしね。でやっぱそういう人たちが作る板は悪いわけねえと思う、だからこう最高のカンパニーじゃないかなと思ってますよ、だからうちはモスに惚れて今やってます。ものづくりが好きな仲間。